目的に向かってどうやったら自分でそこにたどり着けるかっていうことを考えて、計画的に進めるようにみたいなことですか？はい、こんにちは。こんにちは。はい、今日のテーマは、子供の運動能力を伸ばすべきかですね。子供の能力を親が伸ばすのを助けるべきかっていう意味ですね。はい。はい、どうですか？これはあれですね。取り直しですね。子供の運動神経を伸ばすべきかという動画を出したんだけど、そこに対して伸ばすべきじゃない、もう理由も一切喋ってないなということで、ちゃんと喋りましょうということで、もう一回取り直しということです。運動能力伸ばすべきですか？イエス、ノー。イエスですか？それは。そうですね。大谷翔平になれとか、サッカーやるんだったら絶対日本代表になれとか、そこまではないですけど、その子なりのベストに近づくように助けてあげるっていうのはとてもいいことかなと思います。なぜ？できたとかできるとかってすごい大事じゃないですか。なぜに答えてないんですけど。なぜ？別にいいじゃない。勉強ができればいいじゃない。できなくてもいいじゃないみたいな。とか、うちの子供は、だから音楽の能力がすごいんだから、別に運動能力なんかどうでもいいじゃないか。どうですか？全部つながってる気がするけど。全部つながってると。いかがですか？イエス。べきかっていうところが問いかけなので、いや、べきだとまでは言わないですけど、運動能力だけ特別とは言わないですよ。すべてにおいて何かをやればその能力が上がるみたいなことは繰り返し外から働きかけてその能力を上げさせて、もちろん最終的にこの独り立ちするときまでには外からの働きかけなしで自分で練習方法を知ったりとか自分で他にアドバイスを求めたりとかしながら自分でその能力を上げるっていうことを身につけていかなければいけないと思ってるんですけども、20歳ぐらいになるまでには手伝ってあげるべきかなと思いますね。なんでは、やっぱり人生って結局、学生を終えた後もそうだし、社会人になってからもそうだし、この人間であればもうずっと生きて、それで生きかれるみたいなことはもうないのかなと思います。自分なんかデザイナーなんですけど、ある時優れたデザイナーだったかもしれないけど、そのテクニックって簡単にもう割と共有されやすいんで、共有したらすぐに後ろが追いついてくると、優位性はすぐに失って、新しいことを学び続けなければいけないので、何かを学んでその能力を上げるということの人生繰り返しなのかなと思います。なので、特に子供時代なんかは、運動、勉強なんてのは、その中で結構重視される能力なので、そこで能力の上げ方を身につけていかないと、いろいろその後の人生辛くなっていくのかな。ということは、例えば150メートルを10秒台だったのを8秒台にしたいよっていう時に、どうやったら最短距離で行けるかとか、そういうことを身につけろっていうことですか？別に最短距離である必要はないですけれども、その人生で、トライアンドエラーみたいなことをずっと繰り返すって言ったじゃないですか。目的に向かってどうやったら自分でそこにたどり着けるかっていうことを考えて、計画的に進めるようにみたいなことですか？そうですね。そんな感じです。そのやり方を学んでいってほしいというところで、じゃあ親は専攻している人たちはどういうふうにやってるかっていうのを見せてあげる。じゃあ勉強もそうだし、その音楽とかも全部そうですよね。そう。だから自分も今言ったけど、別に運動に限った話ではなくて、運動、勉強、芸術ちょっと落ちるかもしれないけど、芸術は結構その子供が家庭にいる時間に結構重視される能力なので、入りやすいかなと。例えばここでね、料理の技術を上げるとか言ってもさ、入りにくいでしょ。学校でも別に、お前今日何品作ってきたんだって聞かれないでしょ、別に。だからそういうやっぱり社会人になったらやるかもしれないけど、やっぱり子供の時はやっぱり割と学校とかで活動としてあるものの中からその上達を学んでいくということをやる必要があるなって考えると、勉強か運動か、音楽とか美術とかなのかなって思います。親として優位性を持っているのって勉強か運動ぐらいなんじゃないですか？それ以外の分野ってだって一緒に試行錯誤するか一緒に悩むかしかないですね。いいと思います。いいと思いますか。はい。じゃあそんなところで。はい。というわけで、子供の運動能力
子供の運動能力を伸ばすべきか、ご意見、質問とありましたらお待ちしております。チャンネル登録、いいねお願いします。バイバーイ。